皆さんこんにちは、ガジログです。 Google の一員となっています Fitbit から Fitbit Charge 6がいよいよ登場しました。部類としましてスマートウォッチというよりもスマートトラッカーと言われているものになりまして、馴染みのあるところとしましてはスマートバンドの形状となっています。一体ね、2年ぶりに登場したということで Charge 5と比較しましてどんな点が変更されているのかざっと見ていきたいと思います。今回は Fitbit 公式サイトではなく Google ストアの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ではね、新しくなった Fitbit Charge 6の主な特徴を見ていきたいと思います。カラーリングになりますが、コーラルというバンドのカラーと、そしてボディがシャンパンゴールドアルミニウムということになっています。そしてバンドのカラーがポーセレンですね。加えてボディがシルバーアルミニウムになっています。さらにオプシディアンのバンド、またボディもブラックアルミニウムということでね、3色展開となっています。そして今回最も変わったなと思うのは、やはりここにありますが、物理的なこのサイドボタンがついたということではないかなと思います。これまでは操作といえばタッチ操作によって全て行っていたわけですけども、この6からついにね、物理ボタンがつきましたので、深い階層に入っていたとしてもサイドボタン一発でホームに戻れるっていうのはめちゃめちゃ便利になるんじゃないかなと思います。ではどんな機能がついているのか見ていきたいと思います。まず Fitbit のベストセラートラッカーで Google アプリを使えるようになりましたということですね。やっぱり Google 参加ということでこのあたり強みになってくると思います。まずエクササイズマシンを使いながら心拍数をチェックすることができるようになりました。トレッドミルやクロストレーナー、ローイングマシン、エアロバイクのような対応エクササイズマシンにリンクすると心拍数をリアルタイムにチェックすることができます。そしてモチベーションを高めるツールで目標達成を後押しということで、今回の6の新機能としましてはこの YouTube ミュージックを操作することができるということです。つまり他のスマートウォッチやスマートバンドで言っているところの音楽再生コントロールができるようになったということですね。スマートフォン上に入っている YouTube ミュージックのアプリをコントロールすることができるものと思われます。ですので本体に音楽が保存できるわけではありません。加えて40種類以上もあるエクササイズモードということで、前回の5は20種類以上ということだったんですが、今回はその倍で40種類以上になったということで、ほぼほぼ多くの方がされているスポーツに対応しているものと思われます。そして最新の健康管理機能で体の状態を把握とあります。チャージ6にはこれまでの Fitbit よりもさらに高精度な心拍数測定機能が搭載されているということです。今回新しく搭載されました AI アルゴリズムによって心拍数の測定の正確性がかなり向上しているということですね。比較するならばチャージ5よりも最大で 60% 正確になっているということです。ですのでより詳しく正確に知りたい方はこのモデルいいかもしれません。そして Google マップと Google ウォレットで屋外の活動をより楽しくとありますが、今回ね、新しく入ったのが Google マップのルート案内になってきます。ですので、スマホ上の Google マップと連携して、その道案内の情報がここに出ていますけどね、城山公園道を進むと書いてありますが、このように手元で今後進むべき道が案内されるということになります。これは新機能ですね。そして Google ウォレットのタッチ決済でお買い物をすることが可能ですとありますね。これ間もなく発表と出ていますけど、以前から Suica に関しましては対応していましたけども、このモデルもしっかり使うことができます。タッチ決済ですので、もしかしたらね、ビザタッチとかそのあたりのクレジットカード系の決済でも使えるようになるといいですね。そしてフィットネス機能に付随する様々な特徴がありますけど、この中から抜粋してお伝えしたいと思います。まず GPS が搭載されています。スマートフォンを持たずに手首でペースと距離を確認できますということで、アメリカの GPS とロシアのグロナスの GPS を受信できるようになっているということです。これは5と変わってないですね。そして当然ながら耐水にも対応しています。雨の中でもダンス、エクササイズでも大丈夫。水深50メートルまでの耐水仕様ですと書かれてますね。そしてヘルスケア関連も充実しています。心電図のアプリが実は使えるようになっているんですが、日本ではまだ認可されていないので使うことができません。しかも使えたとしても利用対象は22歳以上と限定されています。そして心拍数の測定とともに血中酸素の測定もすることができます。また皮膚温の変動を識別することもできるようです。そして呼吸数の測定もで
できます。そして月経周期トラッキングということで女性の健康にもしっかり対応しています。またもちろんね、睡眠測定やストレス測定の機能も入っています。皮膚電気活動のセンサーによってストレス状態を測定することができるわけですね。そして睡眠モニタリングも対応していますので、睡眠のスコアを知ることができます。またこの機能搭載されていますスマートアラーム機能ですね。最適な睡眠ステージで手首のデバイスが振動し、すっきりとした気分で目覚められますということで、設定した時刻よりも数分から数十分前に目覚めのいいタイミングを見計らって起こしてくれる機能となっています。ここ最近ついていないモデルも多くなっているので、これは一つね、目玉機能じゃないかなと思います。そしてまだ触れていないその他の便利機能になりますが、当然ながら電話の着信、テキストのメッセージの受信やアプリからの通知、いわゆる通知機能がね、しっかり入っています。ただ電話の着信と書いてありますように、チャージ6で通話することができるわけではなく、あくまでも電話がかかってきたということだけわかるようになっています。そして大事な点ですね、バッテリー持ちになりますが、7日間のバッテリー駆動ということで、これは5と同じになっていますね。ただこの上にあります常に表示状態のディスプレイとありますが、いわゆる AOD ですね。この機能を使うとバッテリー消費が非常に早くなるということで、2、3日に一度充電しないといけませんよと出ていました。そして対応しているスマートフォンはiOS および Android となっていますので、 iPhone ユーザーの方も Android ユーザーの方も使うことができます。そしてサイズと重量のところの重さになりますけども、この6は 37.64g となりました。これ5がですね、実は 29g ほどだったので 8g ほど重くなったということで、これはね結構重くなったなという気はします。とはいえですね、 37g であればまだまだちょっと軽い方にはなると思いますので、数日つけていると装着していることがわからなくなるくらい慣れてしまうんじゃないかなと思います。というわけでフィットビットのお値段になりますが、23,800円となっていまして、フィットビットプレミアム6ヶ月分が加わったお値段となっています。ただですね、お値段的には23,800円ということで、前のチャージ5が新たに発表された時とほぼね同じ価格なんですね。その時もフィットビットプレミアム6ヶ月分がついていたお値段で登場してきました。というわけで今回 Google 参加となりました Fitbit Charge 6が新しく登場しましたけども、いかがだったでしょうか。マイナーアップデートという感じにはなりますが、新たにこのサイドボタンもついていたり、そして YouTube Music の音楽再生コントロールや Google マップのルート案内ですね。で加えてですね、自動調光機能もついていますし、GPS や Suica にも対応ということで、本当に機能が充実していますね。いわゆるスマートウォッチ形状ではありませんが、こういったね気軽に装着ができるこのスマートバンド形状のトラッカー、運動される方を含め普段使いでもなかなかおしゃれでいいんじゃないかなと思います。ただね、画面がスマートウォッチ形状からするとやや小さめにはなってしまいますので、ちょっとでも大きい画面がいいっていうことであればね、上位モデルの Fitbit Sense シリーズや Versa シリーズですね、そのあたりで選んでいくっていうのも手もありますし、さらに上になりますと Pixel Watch っていう手もありますので、ちょっとねその画面サイズや搭載されている機能を含めまして検討していくのがいいんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方であれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。